これらは自家製の常備している発酵食品です。お味噌と納豆、ぬか漬けで、こちらはウォーターケフィル。もう一つ育て途中の塩麹もありました。今回はこちらのウォーターケフィルが丸2日間経って出来上がったのでご紹介しようと思います。こんにちは、まみくさんです。ウォーターケフィアは知っていますか？こちらではケフィルと呼ばれていますが、日本ではケフィアになります。で、このケフィアグレインと言われている菌種を水に浸して砂糖を加えることで発酵して2日ほど経つと微炭酸ドリンクになります。で、このケフィアグレインって実際のところ何なのかっていうのは確かではないんですけれども、太古に南米のサボテンの葉肉の表面の部分から取り出されたものらしいです。現在では採集方法がわからなく、どこかの誰かが増やしたものを分けてもらうしかないみたいです。水中の糖分を食べて育って少しずつ増えていくんですよ。で、この貴重なケフィアグレインを私たちも知人から分けてもらい、うちでも育てることになりました。もともとは乳白色なのですが、きび砂糖を使って育てているので、うちのは茶色くなっています。発酵乳酸ドリンクですが、乳製品ではないです。なので乳製品が食べられない方でも安心して飲めます。こちらは市販のヨーグルトよりも善玉菌の種類が豊富で、その他にビタミン A、B 群、C、E、そしてミネラルも含まれています。免疫力も高めてくれるみたいなので、私は花粉症に効いてくれることを期待して飲んでいます。そして最近ちょっとしたことで口の周りが荒れてくるので、今でも結構荒れてるんですけれども、こんなことにも効いてくれるかなと期待しています。受け継いだ基本レシピですが、お酒を作るようなガラスの瓶の中に2リットルのお水を入れて、こちらのケフィアグレインを大さじ6杯、そしてお砂糖も同量の大さじ6杯で、その他にレモン半分を2つに切ったものとドライフルーツを加える。そしてよく混ぜて蓋をして2日間ほど寝かしたら微炭酸ドリンクになります。1日経ったところで蓋を開けてガス抜きをして、このケフィアグレイン自体が金属に弱いので、直接触れるものは木製やプラスチック、ガラス、シリコンなどの素材のものでかき混ぜてください。それでは作っていきます。庭に大きなレモンの木があるけれど、レモンは冬に採れるので、今の時期は市販のビオレモンを使います。鶏小屋越しに植わっているラズベリーがたくさんなっているので、今回はレモンの他にこちらを加えます。セージの葉を 2,3 枚入れようと思います。ケフィルを入れる前に砂糖大さじ6杯と2リットルの水をよく混ぜておいた方が良いんじゃないかと思います。ケフィルを大さじ6杯、先ほどの
水と砂糖を混ぜたものの中に加えます。よく混ぜます。先ほど摘んできたラズベリーとセージの葉っぱを洗って水気を取っています。そして、レモンを、半分を半分に切ったものを一緒に入れます。こちらも皮ごと入れるのでよく洗ってください。ドライフルーツ、イチジクの方が美味しくできますが、今はケチってレーズンにしています。丸2日経ちました。キヒルがドライフルーツの糖分を食べ尽くして2日経った頃には全部浮かび上がっています。ざるにあけてレモン汁は絞ります。炭酸水で割る。ずっと受け継いだレシピで作り続けていたんですけれども、最近二次発酵させると美味しいソーダができるというレシピを知り、今回やってみました。一次発酵はフルーツを加えずに砂糖とグレインとお水だけで2日間置いて、2日経ったところでグレインだけを抜いて発酵ドリンクにお好きなフルーツを加えるみたいなんですよ。二次発酵も2日経ちました。出来上がってボトルに開けたものを飲んでみようと思います。あんまり炭酸がまだ効いてないですね。なんか間違えたのかな。ただラズベリーの味が一次発酵のものよりもあって美味しいです。でもやっぱりシュワシュワしてる方がいいので炭酸水を加えようと思います。やっぱりこっちの方が美味しいかな。ウォーターケフィアをお家で作ってみたいという方、うちで増えたケフィアグレインをお分けしますよ。ただ明日から日本に行くので、お渡しするのは8月以降になると思います。そう、出発直前に白髪が伸びているっていうことに気づいて、この状態で日本に帰るわけにはいかないと思って、昨日急いでセルフで白髪染めをしました。でウォーターケフィアを飲むことで白髪が生えてくるのを抑えてくれるっていう効能があるみたいなので、それにも期待しています。この動画が出る頃はおそらく日本にいると思うので、次回は日本で何かお届けできればと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。まみこさんでした。